こんにちは。ゆるっとグルテンフリーです。今日は米粉のオイルクッキーのレシピでハロウィンクッキー3種類を作っていきます。バターを使わないので失敗しにくく、一度に3フレーバー作る時のおすすめの段取りをご紹介します。新しく仕入れたおしゃれな抜き方も注目です。それでは今日もゆるっとやっていきましょう。まず材料や道具はすべて出しておくと進みやすいです。そして本日の材料一覧はこちら。今日はハロウィンバージョンなので定番のかぼちゃと紫芋、そしてオレオクッキー生地としても使える竹炭とココアを混ぜたブラックの3色生地を作っていきます。今日使用する米粉はこちら。先日ようやく一般発売開始となった日吉高原さんのミルキークイーンの米粉です。きめが細かく、型抜きクッキーも綺麗に仕上がります。使用する米粉によって吸水率が変わるので、こちら以外の米粉を使用する場合は、近い吸水率でおすすめなのは水穂力ですね。それ以外の米粉を使用する場合は、レシピの後半で生地の硬さ調節をする工程があるので、詳しい調整方法は後ほどご紹介します。次に用意するのはこちら。野菜パウダーですね。今年はセリアで使い切りサイズのかぼちゃパウダーと紫芋のパウダーを買ってきました。最近はダイソーにもコッタさんの製菓パウダーがいろいろ売ってるのですごい便利ですよね。こちらのセリアのものは1袋 7g 入りで、本当はね 5g ぐらいでいいんですけど 2g だけ残してもらっていう感じなので今日は全部入れちゃいます。色も綺麗に出て美味しいので他の粉の量を調整すれば問題ありません。続いて粉糖です。普段はね基本的に使わないんですけども、特に型抜きクッキーでプレゼント用とかね綺麗に柄を出したいときは粒子が細かい粉糖を使います。自分用はいつも天才糖を使用しています。時々気分でミルサーとかでね粒子を細かくした天才糖を使うとか割とね適当です。今日はね綺麗に仕上げたいので粉糖でいきたいと思います。次にアーモンドパウダーです。今回バターを使用しませんが、こちらをブレンドすることでナッツの油分やコクが出て米粉だけよりも美味しくなるのと食感がね良くなります。使用するのは皮なしのタイプです。皮ありだと色も綺麗に出ないのと型がね綺麗に抜けにくいんですね。粉物の最後はベーキングパウダー。ごく少量ですが加えるとサクッとします。この材料構成で紫芋パウダーのところを作りたい味のパウダーに変えるだけで何種類も生地ができます。抹茶とかね、シナモン、あとイチゴなどなどお好みのものでアレンジしてみてください。この流れで同様に次の生地を計量していきます。2種類目はかぼちゃパウダーですね。これも1袋全部使っちゃいます。段取りとして今回のように1種類目の材料を一通り計量してから次の2種類目のボウルに移るでもいいですし、たくさんのね種類の生地を作るならいちいち材料ボトルの開け閉めとかが面倒なので、ボウルとか袋を並べておいて全種類並行して計量していくっていう段取りでもいいと思います。で、一旦作業スペースをきれいにしたら今度は液体系の材料を混ぜていきます。まずは卵ですね。だいたい M サイズで 50g 程度なんですが、この全卵1個で2種類生地を作れます。本来 1g 単位で気にするべきところだと思うんですが、後で硬さ調整するので厳密じゃなくてもちゃんときれいに仕上がります。続いてココナッツオイルでございます。今回はココナッツオイルを使用していますが、太白ごま油とか米油でも癖のないオイルなら何でもいいです。あと液体の材料で入れるのはお好みでバニラペーストを今回は入れていくんですけど、焼き上がりにねなんともいい焼き菓子の甘い香りがね立ち込めるんですよ。
もう何でも大体入れちゃいます。で、ここで今日3種類作ろうと思ってたっていうことを思い出したようなので、3つ目の真っ黒クッキーの材料も計量しております。今回はオレオみたいにね、真っ黒にしたかったので、ピュアココアに竹炭をちょっとだけ混ぜました。ただね、使用しているこのココア自体に油分が多いからか、実は何度か試作してるんですけど、毎回失敗するんですよ。今回もちょっとね、分離してしまっているので、焼き上がるとオレオの味なんですけれども、かなり強行突破して作っていきます。どなたかぜひココアクッキーのコツがあればコメントで教えていただけたら大変嬉しいです。さて、ここまででようやくすべての計量を終えました。まず粉たちをそれぞれ泡立て器でよく混ぜます。ここでね、発色が弱く感じてもフレーバーパウダーは足さないでくださいね。水分が足されるとしっかり色が出てきます。で、卵液もしっかり乳化するまではよーく混ぜますってレシピにはよく書いてありますよね。もったりしてきたらいいはずなんですけど、その領域がどんなもんなのかまだよくわからずに、とりあえず少しもったりするまではしっかりシャカシャカと混ぜてまいります。で、いよいよドライ粉物とウェット、液体系を合体させていきますが、卵液をそれぞれに44から46グラムずつ入れていきます。で、この時にね、バニラペーストを入れている場合には、バニラビーンズが下に沈殿しやすいので、こう譲りながらね、均一に入るように入れていきます。はい。で、作りながらね、分量を間違えて入れていたんだなってことに気がついたゆるばあさん、正しい分量まで調整して足りなくなった卵の、液を追加で作っております。オープニングで掲載している材料一覧と概要欄の、レシピ内容は正しい量にちゃんと修正されているのでご安心くださいませ。ということで、よくね、あるんですよ。作りながら、あれなんか様子がおかしいな。これだちょっと、あれ間違ってんじゃんっていうことがね、しょっちゅうあるんでございますね。なので、必要な材料や道具っていうのはもう一通り準備した上で作業をスタートするというのがね、おすすめでございます。はい。はい。で、無事に配分ができたので、混ぜていきたいと思います。混ぜるときはゴムベラで混ぜていくんですけど、米粉なのでね、グルテンは関係ないんですが、やはりここでもぐるぐる目いっぱい混ぜていくっていうよりは、クランブルのような塊ができるようなイメージで混ぜていくのがおすすめです。いい感じのそぼろ感ですね。で、ここから米粉の吸水率を含めた生地の硬さ調整に入るんですけど、豆乳とかのミルクを小さじ1杯ずつ足して混ぜてまとめていきます。レシピ以上にもし足す必要がある場合、まとまらない時ですね、は必ず小さじ1杯ずつ足してください。一気にね、結構硬そうだから小さじ2杯もう一回いっとこう、みたいな感じでやると、もうね、ほんのちょっと多すぎただけで生地が緩くなりすぎて失敗します。なのでね、本当にちょっとずつ、なんなら数滴ずつ足すぐらいでも、生地が急にまとまるタイミングがありますので、もしね、違う米粉を使っててまとまらないなーっていう時は、ちょっとずつちょっとずつ、この最後のミルク系のものを足してください。まとまったらラップに包んで、平たく形を整えて、そのまま冷蔵庫で数分だけ寝かせます。目的は粉と水分が、馴染むように少しだけ寝かせるのと、型抜きをするときにね、少しやっぱり生地が固めな方が綺麗に抜きやすいんですね。ただ寝かせる時間は他の生地をまとめてる間の10分から15分ぐらいとかでちょうどいいです。で、最後に問題のココア生地なんですが、ここら辺からだんだん様子がおかしくなって
きています。生地のね、表面に油が浮いてきちゃうんですよね。で、全体がちょっとこう分離って言うんでしょうかね。なんかでうまくまとまらないんですよ。ちょっとこれも強行突破して型を抜いていく様が後ほど出てまいりますので、この失敗を糧により良いレシピができるようにちょっとこれからもやっていこうかなと思うので、一旦今回はこのまま食べられる範囲なので作っていきたいと思います。いや、そしてようやく大好きな型抜きタイムがやってきたので、作業台を改めてアルコール除菌して道具をすべて出して準備します。こちらはね、最近購入してよかったやつです。シーインで500円ぐらいだったんですけど、作業マットみたいな感じなんですけどね、シリコンでめっちゃ、クッキーも抜きやすいですし、なんかコネコネする時もね、すごい使いやすくておすすめです。そう、あとこれびっくりしたんですよ。セリアで、ルーラー見つけてびっくりしました。これ5ミリ厚のルーラーなんですけど、よく市販されてるやつってね、長さが長すぎちゃって、これちょっと扱いづらいなって思ってたんですけど、ほんと30センチぐらいの厚さ5ミリのルーラーが売ってて、いや最強だなと思って即購入しちゃいました。スタンプクッキーとかの場合に、生地離れが良くなるように打ち粉みたいな粉を用意しておくといいです。そうで、この方がね、もう本当にめちゃくちゃおしゃれなんですよ。ちょっと抜きながら、と言ってももうオープニングで、なんならサムネで出てると思うんですけど、もう本当に一目惚れの方に出会ったのでね、今日はこの抜き方を使っていきたいと思います。それでは、いよいよ抜いていきますよ。では、最初に冷やした紫芋から、抜いていきます。で、生地の伸ばす時の、注意点と言ったらですね、ご覧の通り、米粉の生地はやっぱり粘りがないので、もろもろね、しやすいんですよ。ひび割れとかは簡単にします。なので、一気に生地を伸ばそうとすると崩れちゃうので、こう綿棒で押しながら、ちょっとずつちょっとずつね、伸ばしていくのがおすすめです。でですよ、見てください。これです。今年新調したハロウィン用のスタンプ型。もうめちゃくちゃ大人っぽくておしゃれじゃないですか。こちらはね、ミンネで購入した魔女の帽子さんの作品で、スカルのね、カメオデザインなんですよね。しかも、紳士と貴婦人が向き合うデザインになってるんです。で、もう一種類ね、カラスと骸骨っていうデザインの3部作で、もうね、選べなかったので、3種類セットで購入させていただいたお品物でございます。抜きます。でーん、かっこいい。なんかハロウィンといえばかぼちゃとかお化けとかこう黒猫みたいな感じだと思うんですけど、もうこんなになんか人と被らない方で、なおかつハロウィン感がちゃんと漂っている、こんなゴシックな素敵な方、今までありましたか？いやでも感動しちゃって、速攻一目惚れで購入ですよ。いや最高なんですよね。もうこの方の素晴らしいところはこのデザインだけじゃなくて、こんなにね細かい柄なのに米粉の生地でもね、このご覧の通りすごい美しく抜けるんです。この精度の高い方がね本当に素晴らしいです。他にもこの魔女の帽子さん、すごいユニークな作品がたくさんあるので、ぜひ気になった方は見てみてください。ほら向き合ってる、かわいい。で、ちなみにこの型を抜くときにつけた粉、生地の表面に残ることがあるので、そういった時はハケで払ってあげれば綺麗に取れます。ということでね、どんどん抜いてまいりたいと思います。で、こちらの型のように、ちょっと大きめの型の場合、生地がね、作業台にくっついちゃうっていうことがたまにあるんですよ。で、手ではね、剥がせないことがあるので、そういう時はこうやって、ナイフとかスケッパーとかでこうすくうように拾ってあげると、型崩れせずに綺麗に拾えます。今使ってるのは、これもね、セリアで買ったやつです。もう何でもありますね。こんな感じですくっていってください。紫芋抜き終わりました。
雰囲気合いそうなので、手持ちにあったバラの型も使ってます。こちらの方の作家さんはね、この後かぼちゃの方でご紹介させていただきたいと思います。で、かぼちゃも同様に抜いていくんですが、これまたね、かぼちゃの生地にぴったりな型を見つけてしまったので、一緒にご紹介していきたいと思います。ただーん、これまた素敵じゃないですか？お月様です。ずっとね、三日月の方で、おしゃれなやつないかなーって探してたんですよ。でもね、この絶妙な直径のラウンド型で、こんなにクラシックかつおしゃれな月の抜き型は他にありません。こちらはね、H3 スタンプさんの作品で、こちらもミンネから購入しました。H3 スタンプさんは、アンティーク感がね、本当に素敵な作品をたくさん制作されていて、実はね、すごい前からファンなので、いくつか型を購入させていただいているんですが、先ほど紫芋の、生地で使用した一輪のバラの型や、この後ね、真っ黒ココア生地で使用するカカオポットの型も H3 スタンプさんの作品なんです。以前からファンなんですけど、これまではね、実は私の米粉生地のが下手すぎて、うまくね、抜けないこともあったんですけど、今日のレシピに至ってからは、もうね、それらの繊細で温かい柄もしっかり綺麗に抜けるようになりました。いやー、まだまだね、味や食感については修行が必要なんですが、見た目だけでも心躍るクッキーが作れるようになって、とってもハッピーなので、今年の冬は素敵な方でクッキー祭りの予定です。ぜひ皆さんもね、この H3 スタンプさんのクッキー、抜き型ミネでぜひ見てみてください。あとこのおまけ程度に抜いているミニパンプキンの方はね、セリアで購入したんですけど、確か4つセットだったかな。他にコウモリとかお化けとかの4種類のセットの超ミニミニ型でした。なので、生地が余った時とか隙間を抜くのにおすすめです。そして、まだ課題がある真っ黒ココア生地でございますが、ご覧の通り非常にボロボロに崩れるので、力技で抜かせていただいております。せっかくの素敵なカカオポットの方も泣いておりますが、この生地、チーズケーキのボトムにすると最高に美味しいんです。最初ね、オレオクッキーを目指して作り始めたものなんですけど、これにクリームチーズとメープルシロップとかで伸ばして中にこうクリームをサンドしたりとか、ヘーゼルナッツチョコみたいなペーストを挟んでサンドして食べたりすると、もうね、めっちゃ美味しいんです。めっちゃ美味しいんですけど、ちょっと頑張って研究してみますね。見てください。この無理やり抜いたので地割れでもしたかのようなクラック感ですが、やっぱりね、カカオポットの柄はそれでもキャワワでございますね。それでは全部焼いてまいりたいと思います。はい、焼き上がりました。どうですか？紫芋とかぼちゃの精度に比べて真っ黒ココアの悲惨なことよって感じですが、おしゃれ抜き型のおかげで様になっている気がいたします。かわいい。これね、作ってから気づいたんですけど、これをね、詰めるちょうどいい缶とかボックスが残念ながらなく、家にあった箱にマーブルチョコレートを敷き詰めて入れてみます。ありものですが、詰め詰めしてみた感じはこんな雰囲気になりました。憧れのね、クッキー缶にはちょっと程遠い仕上がりですが、おしゃれなクッキーの型のおかげで、今年の目標だった大人ハロウィンクッキーはいい雰囲気が出せたかなと、自分としては大満足で大成功な仕上がりになりました。焼き上がった感じをちょっと近くで見てみたいと思います。どうですか？かっこいいですよね。これが私が悩んでもうちょっと選べないってなって3種類とも購入した最後の種類のカラスと骸骨っていうデザインですね。おしゃれですよね。
しかもちゃんと柄がね細部まで綺麗に抜けて、焼き上がりも綺麗な発色で良かったなーって思ってます。そして問題の真っ黒ココア生地、カカオポットの型がね、ちょっと画像だと見づらいかもしれないんですけど、こんな感じです。これ綺麗にこのひび割れがなくなったら、すごくねおしゃれな型なんですよ。ちょっとこの型の魅力を最大限に引き出しきれず、すごいそこだけ残念ですが、お月様のねこの型もかぼちゃの生地がすごく滑らかにこれは仕上がったので、粉糖をねやっぱり使っていただくと、こういった感じで綺麗に仕上がります。夜って感じですよね。かわいい。もうこのセリアの方もすごい買ってよかったです。食感はすべてホロホロっていうクッキーじゃなくてザクザクめです。甘さはね控えめなんですけど、噛めば噛むほどかぼちゃとかお芋のいい香りと自然な甘さで、おやつにねぴったりなレシピになっております。いかがでしたか？米粉のクッキーは奥が深くて難しいんですが、スタンプクッキーならまとまりにくい米粉生地でも綺麗に仕上がるのでおすすめです。今回使用した抜き型はあまり人と被らないモチーフなので、おしゃれなギフトにもぴったりですね。ぜひ皆さんもこちらのレシピとお手持ちの可愛いクッキー型でハロウィンを楽しんでいただけたらと思います。シーズン感のある方など、また素敵な作品と出会ったらそちらもシェアさせていただきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。